皆様こんにちは、モーズ姫です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。初めて見ていただく方、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。そしていつも見ていただいている皆様、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメント等をいつも励みになっております。さあ、今日は久しぶりの赤ちゃんリーディングです。今日見ていくのはですね、2月の4日立春、ようやく春立春が来て、そして3月の21日春分が来て、5月のまた6日かなに運気が変わるんですけれども、今日は2月3月4月、5月の5日ぐらいまでの流れで赤ちゃんが来てくれるのかどうか、そして今現在お空の上で赤ちゃんが何を考えているのか、赤ちゃんを待っているパパさんママさんに伝えたいことをお伝えしたいと思ってます。そしてその後時期のことも見ていきます。はい、今日選んでいただきたいのは3択です。一番左の方がブルー、真ん中の方がピンク、一番右の方がブラック。まずピンときたカードから選んでいただいてもいいですし、下に出しているオラクルカードからピンときたものを選んでいただいても大丈夫です。はい、じゃあ一番左の方、はい、幸せの循環、これが1番の方。そして2番の方、愛の循環。なんか循環続きですね。はい、そして3番の方、すべてを抱きしめる。さあ、ピンときたカード、ピンときた色、メッセージからお選びください。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方見ていきたいと思います。まず今現在お空の上で赤ちゃんが何を考えているのか。はい、パパさんママさんに伝えたいことは何か。はい、それからまずは見ていきたいと思います。カードを9枚出していきます。はい、1枚目、ワンドのページ。すごく元気なカードが出ました。すごく元気な、まず赤ちゃん自体がすごく元気な感じがする。なんか男の子っぽいイメージがあるけどなすごくわんぱくで元気で足が速いみたいなそんなイメージはねしてきました。早くパパとママのところに行きたいって感じがねすごくしますね。そして2枚目、わお、戦車。すごくねママさんを恋しがってますよ。この戦車というカードは、家族を表すんですよね。家族、母親、母性、優しさ、基盤、そういうものを表すので、早く家族の一員になりたいと、もうこの2枚のカードから言ってくれてます。そして3枚目、カップの8。はい、これは波が引くとか離れ離れになるっていう意味があるんですけれども、今3枚のカードから見ていて思ったのが、早く家族になりたいんだけれどもなれなくて寂しいよって、早くパパとママのところ行きたいのにっていうことをまず言ってるのかな。そして4枚目、吊るされの男のリバース。は
い、節制が出ました。天使のカード、こちらも大アルカナです。はい、そしてこれも審判のリバース。なんかね、すごいですね。大アルカナがバンバンっていうか、全部大アルカナでしたね。ここすごいな。ここ大アルカナ、大大大みたいな感じで、吊るされの男、節制審判。過去にもしかしたらね、一度このパパママのところに来たことがあるのかもしれないです。どこまでいわゆるなんていうのかな、お腹の中に入れたのかどうかわからないんだけど、再び頑張っているっていう感じなんですよね。もう一度奇跡を信じたくて頑張っているっていうことを言っている。そしてとてもね、お腹の中が居心地が良かったんじゃないでしょうか。なのでもうなんかほっとする場所、早くママのお腹の中とか、みんなと一緒にいたい、それができなくて辛いんだよっていうのを、このね赤ちゃんは言っています。そしてラスト3枚。はい、コインのクイーンのリバース、カップの2のリバース、はい、ワンドの4、正位置。はい、お待たせしました。これすごくママさんに対してのメッセージかなと思うんですけれども、コインのクイーンのリバースが出ていて、なんかこの1番の方、特にママさんがすごく自分を責めてるような気がする。私が悪いんじゃないかとか、私に原因があるんじゃないかとか、なんか頭でギューって考えているような状態なんですよね。でこの赤ちゃんってカードから見るとすっごく勢いがある子なんですけれども、むちゃくちゃ母性というか優しいんですよ、すごく。でもしこれが男の子で、例えば蟹座の男の子とか月が蟹の子だったら、もうお母さんのことむちゃむちゃ大切にしてくれるので、お母さん大好きな子になります。でこの子が今ママさんのことをむちゃくちゃ心配している。なんかね、ママ自分のことを責めてないとか、頭で考えすぎちゃってないとか、なんか日々のことに対してすごく疲れているんじゃないかとか、笑顔が最近ないよ、笑ってないよっていうふうなことも赤ちゃんが心配している。そしてこれはパパさんママさんのことなのかな。なんか2人が今ややすれ違っている部分がもしかしたらあるのかなとか、カップが出てるから愛情はあるんだけれども2のリバースが出ているので、なんかうまく素直になれなかったりとか、なんか寂しい思い、そういうものがもしかしたらあるのかなって心配してるような気がする。ただここでね、ワンドの4の正位置が出ているので、もうこれはもう家族なんですよね。共有とか一緒にいて居心地がいいとか、そういうピースとピースがピタッて合うような、そういう感じのカードが出ているので、やっぱりトータルで見るともうなんか僕たちは家族だよみたいな。でもなんかそれがまだ今できなくて辛いとか、早く行きたいんだけどっていうことをこの赤ちゃんはすごく言ってるみたい。寂しいんだみたいな。そしてママさんのことをね、むちゃくちゃ心配してるので、本当にすっごくママさん子かなと、はい、そういうふうに今現在感じております。じゃあ今から2月の4日の立春から234の流れで見ていきたいと思います。はい、それでは1番の方お待たせしております。まず先ほど選んでいたこちらの
この3ヶ月のテーマということでカードを引いております。じゃあまず開いていきますね。こちらのカードから、はい、出たカードがフリーダムとパッション。このねパッションは今さっき9枚出た中の一番最初のカード、ワンドのページとすごくなんか共通している、すごく熱い感じがします。まずこのカードから、この2枚のカードから思ったのが、やっぱり1番の方が今まではどうしてもなんか心の重荷って言えばいいのかな、なんかこう私が悪いみたいな感じの罪悪感をね、なんかずっと持っていて、こう透明の檻の中に入っているような感じだったのかもしれない。でもこの3ヶ月であなたはこの檻から出て、私は大丈夫なんだとか、あと体自体が冷え性が少し楽になってくるとか、赤ちゃんを迎えること、例えば不妊治療とか、そういうことに対して非常に前向きに元気に楽しく赤ちゃんを待つことができるのかなっていうふうに、まずはこちらのカードで感じました。じゃあタロットとルノルマンでも見ていきます。じゃあルノルマンからね出していきましょう。ちょっとここからはねカード展開が、よいしょ。じゃあまずこちらも同じくテーマ、そして過去、よいしょ、現在、未来、アドバイス、周囲の環境を気をつけること、この3ヶ月の流れ。はい、同じくタロットでも見ていきます。こちらもカードシャッフルをしています。もう一回開けます。はい、じゃあ同じく置いていきます。よいしょ。はい、お待たせしました。じゃあまずねこちらのテーマから同じように見ていきましょう。はい、出たのが、こちらが、ごめんなさい、くるくるしてしまった、クローバーです。幸運のカードと、はい、ワンドの2のリバースか。両方2のカードだな。2のカード。2月中に可能性がねあるかもしれないし、これから2日2週間2がつく日とか、そういう可能性がねまずあって、なるほど。ちょっと後ほど解説させてください。じゃあカードまず開いていきます。はい、過去の段階では、はい、見てください。これはねあなたのカードとコインの9が出ています。過去のカードから見ると、赤ちゃんを本当にあなた自身が待っていた。特に去年の秋とか何かあったかもしれないですね。もしかしたらね何かあったかもしれない、もしかしたら授かった人もいるかもしれないっていう感じで、何か一つの結果を得ることができたっていうことが過去の段階で出ている。そして今です。今が、はい、出たカードがまた2が出ましたね。
コインの2と鎌。今このあなた自身が少し気持ちが揺らいでいたりとか、もしかしたらもうやめた方がいいのかなとか、そういう気持ちが不安定に今なっている。もしかしたら考え方自身がややネガティブになってるかもしれない。もう諦めた方がいいかもしれないみたいな、そんな感じに今あるかもしれない。ただこのカード、鎌っていうカードは頑張ってきたことに対して成果が出るっていう感じだから、いやでももうちょっと頑張ってみようとか、そういうところで今不安定になっていたりとか、そういうところでなんかふわふわしている。どうしたらいいんだろうみたいな、なかなか結果が見えなくて辛いっていう状態かな。そしてはい、これが未来です。はい、未来のカードがクロスのカードとカップのキングが出ました。これはご主人でしょうね。クロスか。これトータルでちょっとねカードを見ていきたいなと思うんですけれども、未来、もしかしたらこの3ヶ月でお二人が、一つの結論を出そうとするのかもしれない。で、ご主人がもしこの3ヶ月ぐらいで答えが出ないのであれば、一旦休憩するのもありかもしれないとか、自然妊娠をしてみてもいいんじゃないか。もしくは今自然妊娠を望んでいる方は道を変えるっていう意味で不妊治療とか次の分野に行く人もいるかもしれないっていうことで、何かねご主人の方から提案があるような感じ、それが出ました。さあ次はアドバイスです。はい、アドバイスが見てください。家のカードと忍者ですね。はい、このカードは家と忍者だから、赤ちゃんからするとね、おじいちゃんおばあちゃんかな。おじいちゃんおばあちゃん、いわゆるあなたから見たご両親、あとは本当にあなたから見たおじいちゃんおばあちゃんっていう人もいるかもしれないんだけれども、そういうご両親、おじいちゃんおばあちゃんに相談してみるとか、そういう、賢者からのアドバイス、そういうのもすごく良さそうです。それこそ昔から言われているいろいろな方法とか、例えば神社に行くとか、そういう最先端のことではなく、じっくり例えばねお母様に話を聞いてもらうとか、私の場合はこうだったわよみたいな、そういうのとかもいいかもしれない。そしてこれはあとはそうだな、いろいろなご家庭によっていろいろ違うとは思うんだけれども、いろいろな家庭のやり方とか、そういうのを、実際にアドバイスとして、聞いたり、いろんなブログを見たり、そういうのもいいのかな。とにかくなんか目上の人って感じがする。その人からのアドバイスをもらうっていうのも良さそうというふうに出ています。あとは家の片付け、家のカードと忍者だから乙女座を表すんですよね。家の整理整頓とか、そういうのも良さそうです。そして周囲の環境なんですけれども、周囲の環境がクマとソードのキング、これはご主人かな。あとはあなたから見たお父様、お母様、ご両親、なんかねすごくもしかしたら一番の方ってプレッシャーをね感じてらっしゃるのかもしれないね。両親に孫の顔を見せたいとか、言わないけどすごく楽しみにしているみたいとか、そういうのがあるのかな。すごく一番の方は
ここでもね家のカードがね出たりしていたんですけれども、ここにもねお母様のカードだったり、もしかしたらお父様かなって感じのカードもね出ているから、すごく家族思いとか、なんか長女的長男的役割というか、お墓を守る可能性がある人、そういう、責任感がむちゃくちゃ強いような気がする。でもあなたを応援してくれる人は本当にもうすごいバックアップをしてくれてるな、むちゃくちゃ応援してくれてるなっていうのは分かりました。はい、じゃあ次はね、気をつけることです。はい、気をつけること。はい、本とコインの6です。これは知識のカードでもあるんですけれども、先ほど、いわゆる賢者に話を聞くとかアドバイスをもらうって出たんですけれども、なんか頭でっかちにならなくていいよっていう感じなんですね。今さっき赤ちゃんが言っていたカードでもコインのクイーンのリバースが出ていたので、なんか頭ガチガチになっちゃってる可能性がある、こうしなきゃダメだとか、これは絶対ダメとか、そういう融通がなかなか効かない状態になっているかもしれないから、そうじゃないよって、柔軟性も大切にしてねっていうことを言ってくれているのかな。はい、そしてね、234の、ね、流れで、はい、見たらバンドの9のリバースとリングが出ましたね。はい、まずリングっていうのは、契約のカードであるんですけれども、赤ちゃんがね、きちんと約束を守ろうとすると思います。でその約束がね、このパパさんママさんからすると早く来てほしいんだけれどもっていう風な感じで、ちょっと待ち長い部分がもしかしたらあるかもしれない。でも結論から言うと、これがねリングが出ているから、きちんと赤ちゃんは約束を守ろうとしている、守ってくれるだろうということがお伝えできるかなって感じです。で先ほどの、ちょっとここをねトータル4枚で見ていきましょう。そうなんですよね。ここもねワンドのカードが出ていて、ここもワンドのカード、情報とか連絡っていうカード、これがリバースで出てるから、なんか早く来てほしいんだけれども待ってる時間がもしかしたら長いってなるかもしれない。でもここにクローバー、やっぱり幸運は来るよ、大丈夫だよって言ってくれてるのと、これもリングだから、すぐ来るっていうよりは、なんかやっと来てくれたっていう風な感じになると思う。でもこれは可能性は、両方ねいいカードが出てるから、すごく可能性が高いのかなと。そしてあなた自身が元気に、楽しく前向きに、赤ちゃん妊活ができていくような気がするっていうのが今の段階ではすごく大切なことなのかなと。じゃあアドバイス見ていきます。まずは、はい、あとはですね、ドルフィンさんからも、ドルフィンさんからも出していきましょう。はい、お待たせしました。はい、じゃあこれが1番の方へのアドバイスです。はい、はい、見てください。先ほどのね、やっぱりこのワンドのカードと似てるなって思ったんだけれども、今すぐ来るっていう風な感じじゃなくって、少し待つかもしれない。でもあなたは結果的に大きな宝物を手に入れることができるよ。そしてあなた自身が望む夢が叶う、受け取るよ。
嬉しいニュースを受け取るよっていうふうに出ているので、私は、その2月、私ね、今さっきは2月中の可能性もあるのかなとは思いましたとは思ったけれども、もしかしたら3月、そして4月、時間が経てば経つほどの方が可能性が高いような気がするというふうに今回は感じております。そして、このカードを選んでいただいたので、このブルーという色もあなたの生活の中に取り入れてみるのもいいかもしれませんね。1番の方、もうね、赤ちゃんがむちゃむちゃもうママ大好きですごく心配してて、早く会いたくて寂しいよっていう気持ちがものすごく見えました。もう早く行きたいっていう気持ちがねあるので、あとはパパさんママさんでその気持ちを受け止めてあげてね、夏までには夏じゃない5月ですねまでには一つの結果が出るといいなと思っています。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。はい、まず今現在お空の上で赤ちゃんがパパとママに何を言いたいのか伝えたいのか、そこから見ていきたいと思います。カードを9枚出していきます。さて、ファーストカード、はい、コインの5のリバースが出ています。金銭的な不安とか仕事のこと、そのことをご両親というかあなたパパさんママさんが心配していることを赤ちゃんが大丈夫かなって、パパの仕事ママの仕事大丈夫かな、金銭的に負担かけてないかなとか、そういうふうになんかいいの大丈夫っていうふうなことを思っているみたいです。そして鳳凰のリバース、人間関係、ご両親、なんか今2番のあなたが周りに味方がいない、心を許せる人がいないっていう感じで孤立をしているように見える。その部分、いわゆる2番の方のコミュニティとか人間関係、そういうところにも赤ちゃんは非常に心を痛めているというか心配しているように見えます。はい、そして3番目、ソードのエースが出ています。でも大丈夫って感じかな。赤ちゃんがこういうね、仕事のこと、金銭的なこと、人間関係のこと、心配ね、気にしている、心配しているけれどもパパとママなら大丈夫、きっとこの状態を乗り越えれるから大丈夫っていう強いなんていうのかな、信頼、それが赤ちゃんの中にすごくあるのかな。パパとママなら乗り越えれるっていうことを言ってるような気がします。じゃあカード出していきます。はい、カップのナイトのリバース、
カップの2のリバース。はい、ソードの4です。今回ね、ここの段はカップのカード、精神的なカードとか愛情のカードとか、そういうものが出ているんですけれども、赤ちゃんが、なんか今このもしかしたら2番の方たちがのご夫婦がもしかしたらすれ違っていたりとか、うまく夫婦の時間を持てなかったりとか、ゆっくり話し合える時間が例えばなかったりとか、そういう部分がもしかしたらあるのかもしれない。だからこういう時は無理に妊活をするというよりは休憩することも大切だよねみたいな、一旦その当事者同士が少し離れて距離を置く、赤ちゃんが欲しいっていうこととか妊活っていうことに対してなんか頑張りすぎるんじゃなくって休むことも大切だよっていうのを赤ちゃんが言ってくれているような気がします。はい、カード開いていきます。はい、カップの3、楽しんでって感じですね。カップが出ますね。カップのキング、リバース。はい、そしてワンドの9のリバースです。はい、そうだな、もしかしたらご主人がややいろんな人に例えば優しかったりとか、八方美人的な部分がもしかしたらあったりするかもしれない。そこに対して赤ちゃんはみんなに対して優しすぎちゃダメだよみたいな、一番大切な人はママだからママのことを大切にしてあげてっていうことをなんかね、赤ちゃんは言ってるのかなっていう感じで、これだけやっぱりカップのカードが出るっていうことは、あなたとご主人の間のやっぱり愛情とか感情とかそういうことに対してもっとお互い素直になるとか、そういう時間をしっかり作るっていうことも大切なのかな。あと赤ちゃんがこの女子会カードも出ているので、あなた自身が例えば女友達と会うとか、そういう妊活と離れた部分のご自分のコミュニティを持ってほしいなとか、楽しんでほしいとか、飲みに行ってほしいとか、人とのつながりをもっともっと持ってほしいっていうことを赤ちゃんは言っているような気がします。そしてですね、ここにねワンドの9のリバース、赤ちゃんとしてはまず行きたい気持ちはすごくあるんですけれども、この2番の方とご主人のとの問題、あと今2番の方が抱えている問題、そういう金銭的なこととか人間関係とか、こういうふうなことが解決ができた時に赤ちゃんはすぐポーンっていけるみたいです。逆に今は様子を見ようっていう風な感じで赤ちゃんも焦ってないんですよね。心配はしている。でもパパとママならきちんと解決ができるから、そうなった時に、僕かな、男の子かな、なんか僕は行くんだっていう風な感じで、なんか冷静に今の現状とかを見てくれている。そしてママさんはとにかくもっと自分の時間とかを持って楽しんでほしいとか、おしゃれとかも、もっともっとしてほしい、人に会ってほしい、こういう関係を広げてほしい、そういうふうに言っているようです。じゃあ今から2月の4日ね、立秋になって3月の21日秋分の日が来て、そして2月3月4月頃までの流れを
今から見ていきたいと思います。はい、じゃあ2番の方、まずこちら先ほど開いてたカードなんですけれども、今回のテーマになります。じゃあ開いていく。よかったですね。ホームか。いやこれ妊活の方は嬉しいカードが出ています。家自体がねとっても温かい感じになって、今いろいろな問題を例えば抱えていたとしてもきちんと解決ができて、赤ちゃんが来る環境だったりとか、そういうものが温かく整えられるような気がしました。じゃあ今からタロットとルノルマ出していくんですけれども、ちょっとしばらくカードを出す時間になります。はい、じゃあまずはこれはもう一回ね、テーマ、そして過去、現在、未来、アドバイス、周囲の環境を気をつけること、この3ヶ月の流れ。はい、じゃあ同じくタロットも見ていくんですけれども、はい、こちらもシャッフルはしています。もう一回分けようかな。はい、じゃあこちらもじゃあ置いていきますね。はい、じゃあお待たせしました。はい、じゃあまずテーマから見ていきましょう。はい、テーマが無知とコインのキングのリバースが出ていて、やっぱりねちょっと仕事とか金銭的なことがね、もしかしたら口論とか喧嘩の原因にもしかしたらなってしまうのかなっていうふうに思いました。ただ、ここにホームが出ているので、この問題がやっぱりきちんと解決していくのではないかというふうに今感じました。じゃあ過去から見ていきます。過去、はい、過去はこちら、はい、本のカードとカップの2、聖地が今回はね出ました。今さっきねこのカードがリバースで出てたんですけれども、過去自然妊娠を希望されていたのかなって感じで、タイミング法とかそういう感じが見えたんですね。でそれプラスとてもやっぱり妊活に対して体づくりだったり食事だったりサプリだったりっていうことでとても勉強をしっかりされていたような、そんな感じが見えました。そしてで過去はお二人2番の方とご主人すごく本当に仲が良かったように見えました。そして現状です。現状がクロスとソードの9が出ている。やっぱりね今あなた自身2番の方が先が見えない状態で本当に八方塞がり、特に精神的にすごくきついのかな。もうこういう辛いことをやめたいなっていうふうに思っていらっしゃるのかもしれない。今が一番しんどいのかもしれないです。なかなか過去からの努力が報われなくて先が見えない、金銭的にも苦しい、
いつになったら赤ちゃんが来てくれるんだろうっていう風な感じが見えました。じゃあ未来、はい、未来が、はい、幸運のカードと、はい、コインのエースリバースが出ています。これそうですね。未来のカードでは金銭的な問題、仕事の問題がいわゆる解決の方向に行く。例えば援助が入ってくるとか、何かの申請が例えばできるとか、そういう感じで金銭的な不安が少し軽減されていくのではないかと、そうするとやっぱり気持ちも落ち着いて、より新しい気持ちで妊活できますよね。そんな感じがします。はい、そしてアドバイスです。はい、アドバイスが、はい、鎌とソードの6。これなんか思い切った何かっていう風に出ていて、ソードの6は旅っていう意味、旅行するっていう旅っていう意味もあるし、環境を変える、あとは例えば病院を変えるとか、例えばなんですけど引っ越しをするとか、そういう今のあなたたちご夫婦にとって気分転換がすごく必要だよっていうふうに言っています。何か大きな決心っていう風な感じも出ているので、もしかしたら妊活で次のステップに行くっていう人もいるかもしれない。病院を変える、それもありですね。あとは本当に旅行に行かれる時はもうぜひ吉報院に行っていただきたいんですけれども、旅行に行っていい土地、いい方向でいい運気を得るっていうのもものすごくいいことなのかなっていうふうにも感じています。じゃあ周囲の環境です。はい、周囲の環境が、はい、これはあなたのカードです。あなたのカードとソードのページ。はい、ここ周囲の環境にね、あなたのカードが出ていて、そしてここソードのページですよね。ここがね、本も出ているしっていうことで、あなた自身が何か周りに頼る人があんまりいない、とか、なかなか言えないとか、壁を作ってしまっているとか、そういう感じがするんですね。あなた自身からシャッターを閉めちゃっているような感じで、なので周りにきっとあなたよりももう少し年代が若い方かもしれませんね。でも周りには案外いるっていうふうに出ているので、あなた自身がいわゆる心をご自分から開く、笑顔で挨拶するとか、そういうことになっていくと、あなたの周りの味方の人とか、一緒に頑張れる仲間、そういう人たちが、一緒の目標に向かって頑張っていけるのかなっていうふうにも思っています。今すごくやっぱりね、すごい辛い、むちゃくちゃいろんな意味で辛いと思うんです。だからこそご自分でギューってなんか私が何とかしなきゃみたいな愚痴とかを言わずにみたいなものがなんか非常に頑張りすぎてるって言えばいいのかな。私が何とかしなきゃって思いすぎてる部分があるのかもしれない。もっと心を開いて楽になっていいんだよっていう、そんな感じがしました。はい、じゃあ次は気をつけること。はい、気をつけること。見てください。また家のカードです。家とワンドの5。もうこれと同じようなカードが出ましたね。気をつけること。やっぱり家の中での争い事。これが
ぱりちょっと今回なんかテーマとしてなんかすごく出てるかな。今さっきも赤ちゃんの気持ちの中でね、コインの5のリバース、金銭的な問題とか仕事のことが心配っていう風に出ていたので、やっぱりこう家の中はこのねカードのように明るくて優しくて、帰ったらほっとするような、そういう状況にきっとなっていくとは思うんだけれども、そうなるまでにはまだまだこう海を出し切らないといけない部分もあるかもしれません。ただ感情的になって言わないでいいことまで言ったりとか、そういうことはできるだけしないようにっていうことをアドバイスで言ってくれているのかな。はい、そして結果、はい、また船のカードね、ここのここだね、このね旅行のカードと一緒、はい、これが今回結論なんですけれども、ワンドの10のリバースと船か、次の段階に進むっていう風に出ています。2番の方が本当にこういっぱいいっぱいで、このカードをね見ていただいたらわかるんですけれども、今回ワンドの10のリバースなんですけど、この方のねドレス、火が燃えてるんですよね。でもこのね、これをあなただとすると、火が燃えていることをこう気づかないぐらい疲れていたりとか、本当にこう目の前のことに頑張りすぎている感じがする。なので結論としては、あなた自身がうまくこうやらなきゃいけないっていうことをこう上手にこう人に例えばしてもらうとか、自分自身で何とかしなくちゃっていうのをやめていくことによって、赤ちゃんが来るとか、お二人の、いわゆる赤ちゃんが来るための次の段階に進むことができますよっていうことを言ってくれているような気がする。なので、もうちょっとカードをね引いていくんですけれども、赤ちゃんが言っていたのが、こう今お二人の間にある問題、今日ごめんなさいこれ何回も言ってるんだけど、その問題が解決するまでは僕は待ってるからねと。そしてその解決は2人はきちんとできるから、だからね信じて待ってるっていうのが赤ちゃんの気持ちとして出ていました。でおそらくそれができて、いわゆる赤ちゃんを迎える状況になるんだろうというふうに思います。もしかしたらこのね未来がもっと早く、なってくる人もいるかもしれない。赤ちゃんを迎えるタイミングが早い人もいるかもしれないし、この3ヶ月ぐらいでお二人の家とかお二人のこう土壌って言えばいいですかね、それをこうきちんと耕して2人のこれからのこう未来につながっていくようなコンパスを作る時期がこの3ヶ月っていう方もいらっしゃるかもしれない、なので頑張りすぎないで焦らないでねっていうことをお伝えしたいかな。アドバイス見ていきたいと思います。まず出たカードがよいしょ、はい、あとこちらのドルフィンでもよいしょ見ていきましょう。さあドルフィンでは、はい、お待たせしました。じゃあこれがねアドバイスです。はい、 You are ready とブレストチェンジですね。はい、こ
メッセージはやっぱり今の2番の方にすっごくダイレクトに伝わるメッセージだなと思いました。もうあなたは今大きなチャンスを受け止める時期だし、あなた自身が変わる時、あなたが変わるとご主人との関係、赤ちゃんが来ることに対しても変わってくる。だから今変わって家の中をより明るく幸せにしていこうねと、そういう風に出ているような気がします。どうぞ前向きに頑張ってみてください。はい、それでは3番の方、このカードを選ばれた方見ていきたいと思います。まず今現在お空の上の赤ちゃんが何を考えているのか、どう思っているのかを見ていきましょう。カードはシャッフルしています。はい、まずカードを9枚出していきます。1枚目のカード、カップのページのリバースです。イメージ的には女の子のような感じがします。まだ少し赤ちゃん自身が迷っているとか悩んでいるとか、本当に言っていいのかなっていうちょっとか弱い感じがしている。少し心細いのかな、そういう風にも感じました。じゃあ2枚目のカード、はい、コインの9のリバースです。これもね、まだ完成していないっていう感じなので、やっぱり赤ちゃん自身が少し待ってるような、そんな感じです。金銭的なこと、まだ今じゃないみたいな感じかな、赤ちゃんからすると。はい、もう少しカードを見ていきます。ソードのページのリバース、まず最初の3枚のカードは全部リバースが出たんですけれども、赤ちゃんがとても弱気になっている。本当に私行っていいのかなっていう感じで行きたい気持ちがあって、パパとママのことをお空からチラッチラッって見ているんだけど、恥ずかしがっていて、本当にいいのみたいな、そんな感じがまず見えるし、赤ちゃん自身がすごく考えすぎてる部分があるみたい。今でいいのかな、どうなんだろう今みたいな感じで、すごく優しい女の子なのかな、そういうふうに思ってます。じゃあカード開いていきます。はい、ここで吊るされの男、ダイアルカナの正位置が出ました。はい、そしてここにワンドの7リバース、はい、3枚目カップのナイトの正位置が出て、なんか深い気持ちになっていけばいくほど赤ちゃん自身がしっかりしてきているというか、パパとママにすごく会いたい気持ち、大切にしたい、大切にされたいっていう気持ちがあるような気がする。ただやっぱりね、いけない勇気というか、行くことがなかなか、まだ形にならない。きちんと思いは強く持ててきているかなって感じです。じゃあ最後の3枚見ていきます。はい、ここでコインの8、はい、皇帝のリバース、はい、コインの2正位置が出ました。は
い、まずこれが赤ちゃんの今の気持ちなんですけれども、ここにですね、パパさんが仕事がすごく忙しくて、なかなか家庭を例えば帰り見れなかったりとか、家庭の時間を作れなかったりとか、いわゆるママさんとのなんて言うんでしょう、もう家に帰ったら寝るだけっていう風な感じでゆっくり話す機会がなかったりとか、そういう部分を赤ちゃんは心配していたり、あとはパパ仕事頑張りすぎじゃないっていうことと、ママにもう少し優しくしてくれたら嬉しいなっていう気持ち、それも出ているような気がしました。で、赤ちゃんの本音の部分では、ここにコインの2というカード、キーワードはこれ流動性という意味があるので、赤ちゃんがやっぱり今回やっぱトータルで見ると、行きたいんだけれども迷っている、今じゃないんじゃないか、早く会いたいんだけれども勇気がない、パパさんいいの今行ってみたいな、こういうものすごく赤ちゃん自身が悩んでいる、行きたいんだけれども本当にいいのっていう、少し赤ちゃん自身が自分の決断に自信がないみたいな部分があるので、その自信をつけてあげるのはやっぱりパパさんとママさんの呼びかけなのかなと思います。本当にいつでも大丈夫なんだよっていうことをパパさんと一緒にお空に話しかけてあげる。そうすることによって、本当に今言って大丈夫なんだみたいな、そういう赤ちゃんが自信を持っていけるのかなっていうふうに思います。そしてあとここにコインのカードもね出ているし、そうだな、4月以降、4月と秋の間だから、ちょっと待ってくださいね。蟹座の季節とかかな、今から言うと。今回ね、見るのが234っていう感じで思ってはいるんですけれども、なんか赤ちゃんが、秋までには行くよって言っていて、でこの時期なんですけれども、お二人の呼びかけによってもちろんもっと早くなる可能性もある。これだけ赤ちゃんが来たいって思ってくれているので、なのであとは赤ちゃんを後押ししてあげると来てくれる時期が早まってくるのかなというふうに思っています。じゃあ今からもう少し細かく時期などを見ていきたいと思います。はい、じゃあ3番の方お待たせしました。まず今回のテーマ、先に開いていきます。選んでおりましたのでカードを見ていきたいと思います。はい、出たカード、嬉しいですね。ファミリーですか。なんかね、家族が増えるね、赤ちゃんが来てくれる、すっごく幸せそうなものが見えました。素晴らしいカードです。じゃあ今からタロットとルノルマンで見ていきますね。じゃあまずはちょっと今からカードを出す時間になるので少し無言になるかもしれません。まずはルノルマンカード。じゃあまずはテーマから。テーマ、過去、現在、未来、アドバイス、周囲の環境、気をつけること、今回の結果。はい、じゃあ同じくタロットでも出していきます。タロットはシャッフルしています。
はい、じゃあ今回の、はい、テーマ、じゃあちょっとカードをね並べていきます。はい、じゃあお待たせしました。カードを開いていきましょう。じゃあテーマのとこから見ていきます。はい、今回が、はい、よいしょ。あ、やっぱりね、ご主人のカードが出ましたね。うん、まず今回のテーマがソードのキングのリバースとライダー、そしてファミリーというカードが出てるんですけれども、ご主人がやっぱり、忙しかったりとか、あんまり家庭を顧みらない傾向があるのかなって思いました。この3番の方に関してはご主人次第の部分がありそうな気がする。もしご主人がもっと、例えば奥様、ママに対してとか家庭に対してもっと時間を持つとか向き合うってなると、このリバースが正位置になってくるのかなっていうと、今度はどんどん引っ張っていってくれる、知的な理想な理性的なパパさんという風になるので、案外これはね、パパさん、がどこまで家庭に向き合えるかというふうにまずは感じました。とてもね、素敵なカードが出たのでね、いい方向になるといいなと思ってます。はい、過去です。過去のカードから見ると、はい、ここね、あなたのカードです。ママさんのカードが出て、先ほどこのカード、違いますね、また別のカードですね。はい、過去からですね、とてもママさんの方が赤ちゃんが欲しいこととか妊活に対して積極的だったのかなっていうふうに思います。で、お仕事でもなんか責任のある仕事とか、キラキラお仕事もすごく楽しくてっていうところで妊活を始めていったのかな。そんな感じですごくこうキラキラしてる、輝いているあなたがまず過去の段階から感じられています。そして今現状が、今度は、はい、本のカードと死神のリバースが出ていて、そうですね、今またいろいろ情報収集をしたりとか、こう病院に行くとか、妊活のやり方を変えるとか、そういう風な感じで今ある意味岐路に立ってらっしゃるのかなっていう感じです。大きく大きくこう状況が変わっていくっていうのが今、もっと深い知識とか深い治療っていうのを今からしていくのかな、そういうふうに見えてるのが今です。そして未来、はい、未来が、はい、こちらクロスのカードとラバースのリバースが出ているので、なんかね、大きく流れが変わっていきそうですね。今いろいろやり方を変えていこうっていうふうに思っている時で、いろいろ病院とかで探していたりしているのかもしれないんだけれども、きっとなんかもうそういうふうにこう新しい流れになっていきそうです。これね、未来なので、とりあえず今回3ヶ月っていうふうな形で見てるので、案外近いうちにお二人が大きな決断をして次のステップに行く可能性があるのかな、そういうふうに思います。そしてアドバイス、はい、アドバイスが、はい、ここでリングとソードの5が出ています。はい、アドバイスが、赤ちゃんもきちんとなんかね、やっぱり来たい、パパとママと約束したから来たいと思っているっていう感じなんですね。で、ただすごく
パパさんもママさんも赤ちゃんもなんかそれぞれがなんかこう主導権をなかなか握れないって感じなのかな。握るのが怖いっていう風な感じが出ているので、なんかむしろ与えることかな。例えば私はいいからなんていうの、私の方は大丈夫だからなんかいつでも来てねとか、こうそういうこう傷って言えばいいんですかね。そういうのをパパさんママさんがしっかりとこう背負ってあげる、守ってあげる、それがいいような気がする。ちょっと抽象的な言い方になってしまったんですけれども、いや私はいつでも来てもらっていいと思ってるよってきっとね思ってらっしゃると思うんです。ただ赤ちゃんからするとなんかこうそれが本当にこう不安でもいいのかなっていう気持ちがあるから、本当に全てを受け入れるっていう感じでこう赤ちゃんに伝えてあげてほしいかな、そういうふうに思いました。そして周囲の環境がこれが山と戦車のリバースですね。周りも例えば妊活をされている方とか多いのかもしれません。あとあなた自身がご自分のご実家とか、義理のご両親もそうなんですけれども、なんとなくうまくいってないって言えばいいのかな。案外こうね話しにくい内容とかそういうのがあるかもしれないんですけれども、こう少し孤立しているような感じに見えるんですね。なので例えばあなたから見るお母様とか、例えば義理のお母様とか、あと一緒に妊活をしている人たちともう少し心をこう広げて、オープンハートで行かれると、もう少しあなた自身のこう気持ちとかが楽になるような気がします。今あなた自身がこう孤独っていう感じがするんですよ。なんか一人ぼっちで頑張っているような気がするので、何らかのコミュニティとか家族っていうところでもう少しつながりが出てくるといいのかなって感じです。じゃあ気をつけること。気をつけることが出ました。ハートと正義が出ています。とても素敵なカードが出ているので、今思ったことが、やっぱりこう結婚しているからとか、こうそういう感じでなんかご主人がもしかしたら甘えてる部分があるかもしれない。もしかしたら3番の方もあるかもしれない。そういうこう法律とか夫とか妻とかじゃなくって、もっと心の交流、愛情の交流を、大切にしていくとよりいいのかな、そういうふうに思います。なんとなく、そのね過去のカードから見てもあなたが頑張っているっていう感じがするんですよね。そしてご主人が少し後ろ向きっていう部分があるので、このアドバイスはどちらかっていうと対ご主人に対しての方が大きいのかな、そういうふうに思います。そして結果見たところワンドのキングのリバースとあと木が出ています。やっぱりねご主人のカードがバンバン出てますね。ご主人がなかなかお仕事がこの3ヶ月ぐらいでもしかしたら落ち着かないのかなとか、そういう感じがしています。でも、これ本当に最初の9枚のカードから出ているんですけれども、このソードのキングのリバースも
ワンドのキングのリバースもそうなんですけれども、今回の妊活、赤ちゃんのことっていうのはやっぱりご主人がどこまで仕事を上手にコントロールしながら家庭でリラックスができて、奥様、その3番の方としっかり向き合って赤ちゃんのことを話す、治療法を話す、お空の赤ちゃんに話しかけてあげる、これがやっぱりできるかどうかはご主人にかかっているような気がします。先ほどアドバイスでここにハートも出ましたけれども、3番さんも少し寂しいかもしれませんね。孤立っていう風な感じも出ているので、できるだけご主人に例えば、励ますとか、家のいる間は笑顔でいる、明るくいるとか、話を聞いてあげるとか、ややご主人癖がある方かもしれないんですけれども赤ちゃんは一人ではできないからですね。で、ご主人の本当に努力次第で赤ちゃんは本当にそれは早く来てくれる可能性もあるのかな、そういうふうに思っています。じゃあアドバイス見ていきます。さあ、まず出たカードが、あと1枚ドルフィンさんからも見ていきます。今回2枚、1枚、2枚大丈夫かな。これ1枚出るような、お待たせしました。じゃあトータル今回3枚カードが出ました。出たカードがまず今現在答えはまだすぐは出ないよっていう風にエンジェルカードが言ってくれています。そして今あなたに伝えたいことがお仕事、お仕事を頑張る、自立するって感じでしょうか。それとあとお母様との関係、これを癒してあげるっていうこと、こういう今回カードがご主人のことが多いのかなって思ったんですけれども、あなたのところもお母様との関係、義理のお母様との関係がちょっと滞ってるっていう風に出ましたので、まず焦らないでと。そしてあなた自身も赤ちゃんのことばっかりではなくって、仕事とか強くなることが大切。そしてあなたの心の中にあるお母様との関係をしっかり癒していくこと、ヒーリングすること、そのことによって赤ちゃんとの関係が大きく変わってきそうです。これが3番の方へのメッセージです。どうぞ前向きに、チャレンジしてみてください。新しく次の段階に行くようなものも出ていますので楽しみですね。応援しております。